iPhone でいいです。で自分の思った感じで撮った方がいいと思うんですよ。で編集できるならしちゃって一本の形にした状態でプロの人に見てもらうなりなんなり最初からもうとりあえずやっちゃいなっていう。もう曲とかと一緒ですね。まだ世に出すレベルじゃないんですっていう人いっぱいいますけど、マジで関係ないです。関係ない、本当パッションで作ってほしいな。僕はもう本当にデザインから始めたそのディレクターだったので、撮影に関する基礎とかっていうのは全く当時はなかったので、それこそ今から始める人と多分そんな変わんないんじゃないそんな変わんないです。昨今一眼レフですごいあれしてが撮る人増えたじゃないですか。はいはい、そうですね。あれはなんでなんですか？僕もカメラやってたんで、ある程度は分かるんですけど、なんで？いやめっちゃ軽いっていう。軽い。はい。もう一眼でミラーレスになったらめちゃくちゃ軽くなったので、それは僕としてはでかかったですね。あとはもう優秀ですよ、めちゃくちゃ。もう今って何分でも撮れるんですか？今も何分でも撮れます。昔なんか15分ぐらいしか撮れなかったですよね。ですよね。30分ですね。ビデオカメラじゃなくて写真だよっていうので、なんか税関がなんか通る通らないみたいなので確か規制があったはずなんですよ。そう本当かどうかわかんないんであれですけどあとFAT32 っていうファイルが、限界値があったのでそれもあるのかなっていう。確かにそうですね。そう言われると確かにそうですね。そう今だからライブでもすごいね、一眼レフで、このままこう動けますしね。そうですね。ジンバルもあるし、同期撮るとかやったらちょっとねいろいろあるんですけど、でも最近めちゃくちゃ優秀なので、バラバラで撮ったやつ撮るじゃないですか。パチンってやんなくても、その音楽をバーってその撮ったカメラ台数並べて、同期ってやると一気にパシッってやってくれるので。ソフトがですか？ソフトが、マッチボックスみたいなやつだ。音楽で前までセリフが変わった波形的にこれはこれだよってパンって変えるやつあるんで、音楽の方音の波形で多分合わせてると思うんですけど、めっちゃ楽ですすげえ。昔はなんかプルーラルアイズっていう専用のソフトで同期を作ったりとかしてたんですけど、今はもうそれが標準で入ってるので。逆にもう一個聞きたいことあって、音、PV だと絶対的に音を、がもう差し替わるんでいいんですけど、たまに前後にドキュメンタリー入ったりとか真ん中に入ったりして、マイクで撮ったりするじゃないですか。あとドキュメンタリー的な仕事もやります。そうですね、やりますね。その時マイクってどうしてるんですか？マイクはカメラにマイクをつけて、あと見えないところにピンをつけたりとかはしてます。カメラにつけるガンマイクもいろいろありますもんね。そうなんですよね。何使ってます？僕ロードの、結構優秀だと思います。本当街頭のインタビューとかでも結構ちゃんと撮れてるなっていうのがあるので。風とかの吹かれとか一応つけてやってます。スポンジですか？それとも邪魔つけてるんですか？邪魔つけてます。そうですよね。僕も一眼レフいっぱい持ってるんですけど、結局動画はやめました。なんか昔その一眼レフで15分とか30分撮れるから固定カメラですけど予算がないインディーズのライブ現場の時に自分でカメラで回して自分でスライドしたやつを素材としてあげたりとかしてたんですけど、もう最近はなんかそんなことしなくても本当皆さんすごいんで、その固定カメラもすごい良くなったし、こういう GoPro もねあるから。今めっちゃ恵まれてますよね。ですよね。GoPro とかも、いや本当に優秀ですよね。揺れないし。そうですよ。手ぶれも羨ましいですよね。本当になんか手ぶれしないのがある意味プロの一つあるじゃないですか。完全に脇締めて撮るとかすげえやってました。やってましたね。僕一脚とか持ってましたよ。そうですよね。やっぱシャッタースピードのブレちゃう。スポーツ野球撮るの好きだったんで。なるほど。その時にやっぱ手ぶれレンズやっぱ買えなくてお金がなくて。レンズについたりとかしてますね。ボディについてレンズにつくとかいろいろありますもんね。そう確かに恵まれてますね。いいなと思います。そうですよね。本当ですよね。iPhone でだって撮ってこんなクオリティで撮れるんだって。いや本当にね、iPhone だけでやってる是枝監督のね iPhone だけでやってるやつとかありましたね。あれ知り合いが音声やってるんですけど、逆に iPhone だけで撮ったことあります？いやないかも。ないですか？ないですね。なんか縛りがある方が燃えますよ。でもそれはあるかもしれないです。いいなと思いますけど。やったことないな、考えてみたら iPhone だけで、17出ましたしね。そうですよね。しかもドルビービジョンとかでも撮れるし。そっか。HDR とか普通に使うと言い方変ですけど、
色をねちゃんと作り込みたい場合は、そっちの方が絶対いいと思います。はい。4K で撮ってる。今これ 4K 撮ってるんですか。はい。あら、ちょっと大丈夫か。いつも 4K です。そうか、そうだよな。4K でやっぱカラコレすると 2K の倍ぐらいかかるんです。そうですね。倍以上かかるんですよ、処理も。でも最近本当にいいマシンなんか出てるじゃないですか。 MacBook Pro にしてもそうなんですけど、あんま困ったことないかもなっていうところでは。シリコンになって格段良くなりました。いや本当に M1 から本当に革命が起きたって思いましたよ。はい。やっぱそうなんですね。未だに僕は M1 の一番いいやつ使ってる。 M1 ウルトラ Mac スタジオですか。 M1 Max。はい。もう M4 Max になりましたよ。そうなんですよ。なんかそれがでもあんまりなんだろう、あんまり変わんないかなと思ってて。そうなんですよね。映像の方は。僕今 M2 ウルトラなんですよ。でももうヒーヒー言ってます。あ、そうですか。だからこの間 M41 個買ってヒゲダンでやってる最中にもう M1 じゃ無理だってなって M4 買って。でもまだ Mac Pro がM3 ウルトラとか M4 出てないんでまだ M2 ウルトラなんですよ。僕らPCIe カード使うからスロットないとダメで、もうビデオカードとかいらないんですもんね今ね。そうですね、もう全然いらないですよね。あとこれみんな知らないとマスモニっていう言葉があってマスターモニターっていうんですか。色をちゃんと出すマスモニ高いですよね。マスモニとかやっぱ最近はもう全然使ってないですけど、本当にちゃんとした多分企業案件とかだったらマスモニ結構使うと思いますね。 4K マスモニとかとんでもない値段ですよね。昔はブラウン管を持ってってたっていうのがあるので。そっか、ブラウン管そうでしたね。そうか、ブラウン管のマスモニだったので。ブラウン管のマスモニ何の話だってあれですけどでもそれくらいでもノートパソコンで今ねもうあ、そうですね。なんかセンサーみたいなのがあってそれで一気に変えたりとかできるみたいな。だから本当ノートパソコンで編集する人もすごい。この間一緒にやった監督も全部ノートでなんか僕もノートですね基本的に。逆にその方がディスプレイいいですもんね。HDMI つないでどうこうするより全然早いですし。ですよね。じゃあカラコレはノートパソコンでいいっていうすごいな。全然十分です。あとはもうね普通の民生用のテレビにつなげてみてとか。どう映るかみたいな。やっぱ僕らが音をいろんなスピーカーで聞くのと一緒で清さんとかもいろんなディスプレイで一応見てみてとかっていうのですよね。があるんですよね。あとはまあ iPhone 最終的に iPhone で見てとか。わかります。僕も最終的に iPhone で音聞かない。なんかやってること一緒ですね。チェック方法は確かにそうですね。iPhone で聞いてイヤホンは僕らはありますけど。はあ、なるほどな。逆にちょっとこっちからのあれであれなんですけど、僕のスタジオでドルビーアトモス聞いたじゃないですか。どうでした？映像の方になんかいい。いや絶対いい。あれ映像とそれこそね親和性めちゃくちゃあるじゃないですか。だからなんか立体的に VR とかの方が面白いんじゃないかなとね。ああいうのでちょっとなんかやってみたいなっていうのはありますね。この間出た「サイレントヒル」っていうゲームの音楽一部やってて、それってやっぱもう環境音から全部ドルビーアトモス、アンビソニックなんですけど厳密にはなってて、だからもう足音がもう本当にリアルであって、僕はまだプレステ5買ってないんでちょっとやってないですけど、買った一緒にエンジニアの長谷川やったエンジニアの長谷川さんが家でやってて、ホラーのアトモスマジやばい。やばそう実際僕もそのねヒゲダンとかでアトモスいっぱいやらせてもらってますけど、アドとかでやっぱね映像がいい方が格段に活かせるんですよ。ああ、なるほど。なんか映像からインスピレーションを受けて、いや逆ですよね。さっき音楽聴いて映像を膨らますんですけど、僕らライブは比較的もう映像の人の世界観にこっちが合わせにいくから、だからなんかこういうふうに映像作ってくれたら音遊べるなとか、音だけ遊んでてもちょっと気が散るんで、なんかコラボだからなんかそれでヒゲダンの場合は監督チーム映像チームとすごい昔から一緒にやってるんで、お互いこう分かってるから。すごいやりやすいというかクリエイティブにやらせていただいてますけど、そうだから本当映像の方々ももちろんね映画の人たちはドルビーアトモスとかねやってるし、最近 7.1 もすごい増えて、国宝とか同じだし宝島も 7.1 から本当増えたんですよね。51
アトモスと言わずも71だけでもだいぶ後ろが増えるだけでもすごい映像の世界観により没入できるなと思って、確かになんかぜひ映像の人たちも音に興味ないことはないですけど、まあなんかお互いね、そうですね、なんか何回も見て何回も発見があるような VR の映像を作れたら面白いなってずっと思ってて、ミステリーだったらこっちのね視点でやってるんだけど実は裏でも動いてて、それがなんかつながってるとかっていう風にやれたら面白いのかなっていう風に、だから2回目は裏だけ見てるとかそういうのもありなのかなとかこの間行ったんですよ、ライブハウスで、ライブハウスで音を流して全員 VR でやるっていうちょっと体験をさせてもらったんですけど、いや面白かったなと思って。で音圧はやっぱライブハウスの音圧なので、そっか、スピーカーが立ててるから、でも全員ゴーグルかけてゴーグルかけてボーカルの人がここら辺で歌うみたいなそれ席に座ってるんですよ、全員座ってるんですよでなんかその女性が歌ってて、その女性が出てきた時になんかふわっといい匂いしたかもと思って、で後で聞いたら実はあれやってたんですよ匂いやってたんですよって言われて、いや絶対いいですよねってなって。匂いも大事ですよね。大事ですね。実際コーヒーとかって匂いも楽しめるじゃないですか。ここコーヒー、今コーヒーちょっといただきながら飲んでるんですけど、僕コーヒーの匂い好きなんですよ。正直ブラック苦手なのに、匂いだけコーヒーの匂いは好きです。そうなんですね。僕はカフェラテとかしか基本飲まないですけど、匂いから来るなんかあれってありますよね。ありますよね。4DX で匂い出たりしますもんね。席が揺れてなんか匂いで思い出したりとかするじゃないですか。なんかそういうのもあるなっていう。確かに。でもそこまでプロデュースするの大変ですね。PV に匂いってどうしたらいいでしょうね。この何分何秒でこれ嗅いでくださいみたいなカプセルを送るとかそれもありかもしれないです結構でも僕 PV の終わった後に最終的に必ずテレビ用に音声整えてもらって、それで納品するってことが多かったです。なんかそういう MA スタジオで必ず MA スタジオ入ってましたね。そうだから僕は音を納品して、で清さんは映像を納品して、この絵と音の精度をもう一段階上げる、MA スタジオっていうのがあるんですけど、あれは日本 MA スタジオって日本用語なんですよ。マルチオーディオスタジオ、向こうでいう、ポストプロダクション的なスタジオなんですけど、それで最後YouTube 用のファイルに変換したりとか、例えばブルーレイ用に例えば変換したりとかっていう作業をする、MA スタジオっていうのがあって、だから映像にまつわる音を扱うエンジニアも、ちょっと僕のまだ対談シリーズは出てないけど、そういう音楽エンジニアじゃなくて映像寄りの音のエンジニアさんもいるんで、なんかそういう仕事も音はありますよっていう、映画よりもまた違いますしね、映画の音もまた別の映画の音の録音技師さんみたいな人がいるから、逆にその映像をこれ見て、例えばじゃあ自分で撮ってみようみたいな人ってまず何から始めたいですか？iPhone でいいですか？とりあえず iPhone でいいです。いいですか？で、とりあえず自分の思った感じで撮った方がいいと思うんですよ。で編集できるなら編集しちゃって、でもう本当に一本の形にした状態でそのプロの人に見てもらうなりなんなりが一番いいのかなと思ってて、それだから撮りたいんですよ撮りたいんですよって言われるんですけど、もう撮って見してよっていつも毎回思うんですけど、そうとにかく最初にまず提出してもらわないと、じゃあこうやった方がいいよねっていうアイデアが出ないので、最初からもうとりあえずやってみるっていう。じゃあもう曲とかと一緒ですね。曲作ったらとりあえずも自分で撮ってみようと。そうですねそうですね。もうそのマイクのクオリティとかカメラのクオリティとかじゃなくて、一回その作品として一回作り上げて、クオリティはともかく、でもう今 YouTube とかあるから、TikTok があるから、もう一回世の中に一回出して、もうそうです。その爆発ですよね。もう本当にそう思います。質より量ですからね。もういきなり俺やれって言われてやった派なんで、もうやらざるを得なかったみたいなのがあるから、もう
やるしかないと思います。仕事だと締め切りいただけるけど自分でやってるとどうしてもその締め切りがないからなんか永遠にこうなんかいいものを作りたいっていうなんかまだ世に出せないとレベルまだ世に出すレベルじゃないんですっていう人いっぱいいますけど、マジで関係ないです。関係ない本当そのパッションで作ってほしいなって、そのね年とか年齢とかもしかしたらね季節とか、今その時自分が感じてる交友関係とかもあるだろうしそういうのに絶対影響されるじゃないですか、クリエイティブなものって。だから今若いうちにとか今の年でしか表現できないことって絶対音楽も映像もあるっていうことですね。そうですね。あと僕が陥ったことがあって、もう本当アイデアが出なくなった時期があるんですよ。もう本当にアウトプットできない。アウトプットできない。もう本当にインプットもできなかった忙しすぎて。でそういう風になった時にエフェクトに頼るんです。アフターエフェクツだったらなんかグニョーンってなる映像みたいな。でそのエフェクトから考えた PV ってめちゃくちゃつまんないものになるんですよ。だからそれはやめといた方がいい。そのエフェクト頼りの、アイデアは絶対にダサい、ダサくなっちゃうから気をつけた方がいいなって。確かにそれは音楽も一緒ですね。エフェクトに頼ってなんか後処理、例えばさっきもそのラジオボイスの話とかしてたんですけど、そういうのでずっと表現していくと確かにダサいです。そうなんですよね。エフェクト頼りの歌をずっと出してるのはやっぱちょっとどっかで人の心には刺さらなくなる、一作品とかはねもちろんいいかもしれないですけど、そうですね、心を豊かにじゃないですけど感性を豊かにすることを日頃から僕いつもセンスを磨けっていうんですけど、技術も大事ですけど、本当に技術はね困った時助けてくれますけど、日頃から自分のセンスを磨ければ多分きっとうまくいくって思ってて、それは音楽センスでも映像センスでも何でもいいんですけど、別に映画からインプットされようが、あとはもう僕はもうアウトプットし続けろって言ってます。インプットはインプットする時間がなくてっていう人って多分インプットしてないんですよ。それはそうだと思います。息は吐くから吸えるんで吸い続けたらパンクするんでそのインプットしてるようで実はこぼれ落ちてるかもしれないから、もう吸わざるを得ない状況まで出し続けてれば自然と空気と一緒で吸えるから、僕はもうひたすらもう出せと、何が当たるか分かんないし、どこで人の目に留まるか分かんないから、そういうのすごい言いますけど本当になんかいろいろ共通してるんだなっていうのを思いました。パクっていいと思うんですよ。そうですね。真似から始めないとまずはいきなりオリジナリティを求める人すごい多いですけど、やっぱオマージュっていう言葉があるじゃないですか。オマージュって別に全然悪いことじゃないので、なんかそれをオマージュしたとて絶対にそれにはならないんで、だからってことはそれがあなたの個性なのかなっていうふうに思うところがやっぱ出てくると思うので、それはやった方がいいか。いっぱいオマージュすればまた新たなジャンルができますからね。そうですよね。ミックスして自分なりのね形で出すっていうのはすごいいいと思います。だからもしかしたら例えば気に入った映像があったらそれと同じものを作って、コピーと一緒ですよね。譜面を弾くのと似てますけど、それが結果後で自分の引き出しになっていくから、それも一緒だな。そうですね。まずは人の曲を聴くとか、ミックスを何回も同じ曲やるとかでもいいんですけど、コード進行とかね同じでもね全然違う歌できたりするじゃないですか。だってドレミファソラシドしかないんですよ。そうですよ特権発見ありますけど、そんなに音階ってないしコードもね ABCDEFG とかね数しかない、それの組み合わせだからもちろんマイナーとかメジャーありますけど、だから映像も一緒ってことですね。そうですね。もう変わんないと思いますマジで。話は膨らみすぎましたがぜひクリエイティブな作曲しかり映像しかりまずはやってみて、アウトプットしてみて、で行き詰まったらコーヒーを飲みにここに来てください。映像店にそうですね。そうですよね。これで YouTube YouTube 見ましたっつってヒューさんがいる日があるからで言うのはただなんで、あんまり来すぎたらちょっとあれですけど、全然来てもらえるプロの意見がね、ツイッターとかでね、X で投げてもいいですし、たまに来ますよ、曲聴いてくださいって。本当ですか？なかなかすごいの来ますけど、どうすごいですか？これはないだろうなのか。そうちょっとこれはどこから言ったらいいか分かんないとやって頑張ってねっていう風に送ったりもするんですけど。
このまま発信し続けてねとか、そういうのでいいと思うんですけどね。今日は急遽ありがとうございました。ありがとうございました。またコーヒー、一応月火が定休日ですよね。そうです、月火定休日。日曜やってて、何時？10時から6時まで。10時から6時までで、お酒もあるんですもんね。お酒も一応クラフトビールと、あとはハイボールもあるんですね。ここで一回飲みたいんですけどね、仕事中だから飲めないんですよね。でイベントもたまにねやってるし、あと地下がギャラリーになってるので、地下で展示されたりとか。今週だとアンドーナツさんっていう切り絵の方のアーティストが展示もやってるし、なんか整体とかもやってましたね。整体もやってます。月一で。それ行きたいな。ぜひぜひですね。ちょっとフラッと寄ってみてください。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。